アニメバスタード暗黒の破壊神テレビ放送開始記念&新情報発表特番。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。MC を務めさせていただきますガレヤカの安本博樹と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、2023年も幕が開けているはずです。ね、まあちょっと押して測るべしな発言でございますが、バスタードで新年を迎えることができるとはちょっと確かにこうね、今台本に書いてあります。そうは思わなかったですね。ちょっと面白い展開だなと思いますが、今年もバスタードとともに素敵な1年にしていきたいなと思いますよ。まあ、この放送もねやらせていただいておりますから。さあすでに告知済みですが、Netflixにて第24話まで配信中のバスタードが今年の1月からBS11 で放送を開始することと重大な新情報発表を記念して今回やってます。やった。はい。素晴らしいですね。テレビで見れるというのはありがたい話です。今回3回目の特番をお送りすることになりましたので、早速ではありますが一緒に番組を盛り上げてくださる本日の出演のキャストの皆様をご紹介していきましょう。まずは谷山さんお願いします。はい、ダークシュナイダー役の谷山紀章です。皆様明けましておめでとうございます。4回り目に入りました。私はうさぎ年年男です。よろしくお願いします。はい、谷山さんです。お願いいたします。そして同じく年男なのかしらね。楠木さんお願いします。はい、明けましておめでとうございます。ティアノート陽子役の楠木智美です。うさぎ年です。よろしくお願いします。一緒。陽子とダーシー一緒。ここがすごいのが一緒じゃねえってとこがそうですね。若い子ですよ。若い子がいますよ。すぐ大したものでございますよ。さあ、そして健翔君。はい、皆さん明けましておめでとうございます。カルス役の小野賢章です。ずっと年男。どうした？17歳みたいに言われてもね。17歳みたいに言われても。今年もどうぞよろしくお願いします。ちょっと反応しづらいけど。ヘビ出しです。まあ17歳今日みたいな感じでずっと年男今日があるんですかね。それ果たしていいことなのかも判断してわからない。しかもヘビ年っていうからね。もう二度と言わないです。トグロ巻いてんじゃねえぞ。ヘビだけ。まあヘビ年は私もヘビ年ですけど。この1週間。ヘビとウサギが俺食べられる側だね。怖いですね。捕食者ですよ。挟まれてますね。怖い怖い。気をつけてね、捕食者ですから気をつけて。トグロ巻いていきましょう。巻いていきますけども。さあ、そんなカラス役の小野賢章さん。バスタードの特番は初登場ということで、なんか意気込みなどありますかと。いや、もう何を話していいやら。言っていいことと悪いことがマジであります今日は。まだ言えないことがいっぱいあるんですよ。いや、なんか2クールまでまあすでにもう放送されていると思うんですけど、まあ見たんですけどね。いつ出てくるんだろうっていうのが割とカルスに関しては一方その頃だったんでずっと。なるほどなるほど。だからまあ今日はちょっとそのバスタード僕は新人のつもりで、なるほど。はい、ちょっと参加できたらなと思います。わかりました。いいでしょう。よろしくお願いします。さあ、まあせっかくね新年一発目のこういうね機会でございますから、皆様にちょっと今年の抱負などをね伺っていけたらいいなと思うんですが、まず谷山さんなんか今年どうしましょう。今年こそ膝を悪くしたくないですね。本当にずっと言ってたら悪くしちゃって。膝ずっと痛かったんで、今年は本当にちょっとなんかいろいろ自分を大切にですね、あまりこう背伸びをし続けることなくですねやっていきたい。等身大のダークシュナイダーを演じていきたい。なんだそれ。本当だよ。ダークシュナイダーの等身大。フィギュアぐらいのもんですけどね。今草木さんね優しいから紀章さんが膝が悪くてって言ったらそうなんだって心配そうな顔してましたが理由を教えてますちゃんと。痛いに風と書いて痛風っていう。でもずっと8年9年目になりますから。長い付き合いですね。取りつかれておりますよ。死神と目が合っちゃったってこと。目合っちゃったって以来も早9年。美味しいものとか美味しいお酒をたしなみすぎないようにやっていきたい。尿酸値コントロール頑張っていただいて。そうですね。欲望の男ダークシュナイダーの逆をいかないと中の人は節制しないといけない。節制しないと。膝が痛くなっちゃう。節制のダークシュナイダーで。ちょっと嫌だそれ。ポンポンさがなくなっちゃう。らしさがねえよ。楠木さんどんな一年にしたいですか。私はそうですね、水をいっぱい飲みます。どういうことだ。体内水分量少ないよとかトレーナー。キャラ迷子か。いや、あんま抱負ちょっとまだめたい話ですけど、まだちょっと
思いついてオッケー、そのまままあもうちょっとね、人水でもあんま飲まないので飲みたいと思います。もっと綺麗になっちゃうよ。やった。非常にガブ伸びする1年ということで、いいね、よろしくお願いします。さあ、そして健翔さん。今年はもう面白い音が鳴ったんだよ。いやもう今年はそうですね。いっぱい稼ぐ年にしたいです。うわー、もう身も蓋もすごいな。具体的に数字聞いていいですか？やめてくれ。去年の年収最高月収と。気になりますね。でも確かに最高月収更新したいですね。ああ、それはあるかも。でも毎年頑張ってます。今年も頑張るぞ。一応まあ具体的には聞かないでおきますけどね、こういった陽気なメンバーで本日はお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。新情報の発表はもちろん企画コーナーもご用意してありますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。さてオープニングでも言いましたがアニメバスタード暗黒の破壊神が BS11 で放送されることが決定しました。やった。他でも見れる。テレビ放送がスタートということで今まで以上にたくさんの方々に作品を見てもらえるようになりました。テレビアニメの放送が始まりますが、これ谷山さん、まあ谷山さんってそこまでネット文化に明るい方じゃないじゃないですね。だから基本テレビでやってるものの方が多分触れやすいとは思うんですけど、でも最初これはネットフリックスだけだったんですよ。そうですね。どうですか、テレビに降りてくるって言い方も変だけどテレビでも見られるようになりましたが、ちょっとでもね間口がこう広がるっていうことですから、テレビで BS11 でもねずっと BS11 しか見てませんって人もいらっしゃるでしょうから、まあそういう人にも見ていただきたいし、見ていただけますしね、単純になんかこうネットフリックスだけのものからちょっと裾野が広がったっていうのはそれだけこうなんでしょう求められてることでもあるのかなと思って、喜ばしく僕は思いますけどね。さあそんなね今もう話出ておりますがネットフリックスこちらの方で昨年の9月に2クール目第14話から第24話までが配信となりました。このコーナーでは2クール目までを振り返ってトークしていきたいと思います。健翔君どうしようかね。いや大丈夫です。いける？あ、いけるんだ。いけますいけます。意外といける口だね。見ましたんで。ちゃんと見た。見ました見ました。カラスみたいにいい声で。自信満々だもん。見たぞ。見たぞ。こちらの2クール目のねお話、2クール目までのお話ということで、2クール目の一発目第13話。メイにかけられた呪いを解くために自ら心臓をつかみ出したシーン、それでダンクションってやつね。すごかったよ。大変そうでした。めっちゃ大変そう俺ね心臓をえぐり出したことないからどういう声出していいか分かんなくて、意外と冷静なんじゃない人って思ったけど、大げさにやっときました。すごいシーンでしたね。映画だってズビャーンズボーンってなってたから血がプシャーなってましたよ。あそこの絵もすごかったですね。すごかった。でも印象的なシーンですかね。漫画読んでた我々もね、あーってすごい頭に残ってるシーンですから、ああいう表現でよかったなと思いますけど、2クール目ではシーラが持つアンサラサックスの封印を狙いアビゲイルがメタリカーナへと乗り込んでダークションが出した激しい攻防戦。アビゲイルがよく喋ってましたね。アビちゃんはすごいな。ずっと喋ってました。アビタさんすごいわ。杉田さんなんで。一緒に役の杉田さん。杉ゲイルが。杉ゲイル。ぐちゃぐちゃになっちゃった。ごめんね。ちょっとふざけちゃったかな。でもすごかったですよ。なんか杉田さんもすごいアビゲイルっていう役多分好きだった。おもろいですね。なんでしょう。褒め言葉と言いますか、彼を知ってるがゆえに言うけど、彼がまとったら怪しさがすごくいい方向にアビゲイルだと僕はね出てた気がするんですよ。そうだと思う。一応カルスの部下なんですけど、どうですか、アビゲイルは。いやちょっと楽しかったですね。でもそうだね。見てて楽しかったし、そのアニメでも実際できたものを見させてもらった時も、絵も綺麗でかっこいいし、音もすごくかっこいいし、技とかもかっこいいんだけど。アビゲイル戦ってるとなんか面白いっていうね、なんか不思議な感覚にいかれたぐらいのテンション感だしね。だし合体して合体魔導王オメガアビゲイルですね。オメガアビゲイルになって顔が逆さに出てきた瞬間の衝撃が違うよね。出てくる時はちょっと気持ち悪かったですね。もう目がねそこにしか行かないのでずっと反対で、でちょっとこうちょっとのけぞると見づらそうなんですよね。確かに。そういうのもね見てて楽しかったですね。アビゲイルは最初そんな雰囲気なかったけど途中からちょっとだけギャグも担当してそうだね。ギャグ担当みたい
面白かったです。そして陽子さんのお話ですが、陽子さんはラスト血だらけの陽子さんで終わりましたね。はい、なんかまさかあんなところで終わるとはっていうところで、結構そこまでがだんだんなんか陽子さんは喋る回数が減ってきて、こうダークシュナイダールーシェ君を心配するシーンが多かったですけど、最後の最後にすごい気合いの入った作画で血だらけの陽子さんが出てきたので、この後どうなるのってところだったと思うので、すごく続きが楽しみになる終わり方でしたね。皆さんともそれを楽しみ待ちたいところでございますが、さあキャスターの皆さんに今いろいろお話を伺ってますけれど、機長さんにやっぱ伺おうかな。一番印象に残ってるところとかってあります？ 24話まで、14話からが2クールで、別にもう1話からでいいですよ。じゃあ1話から、いやでもやっぱ最後かな、心臓をえぐり出したとことかは12話13ですね。そうだね、人のためにここまで実はやれる男なんだなとか、ダークシュナイダーを見直したりするシーンだったりもしたし、あとやっぱ相変わらずボロボロになってることが多いから、そうですね、こっから下がなかったなくなっちゃったりしましたからね。なんか肩に穴開いたりとか、常に満身創痍だなっていうのが通して印象的かな。ダークシュナイダーって決してなんか無敵感とかあるんだけど、何かこうルーシェと交わってた人間の期間があるからっていうことだと思うんだけど、結構そういった人間的な隙みたいのがあるゆえに、割とピンチに陥ることが多いっていう。ほぼピンチですよね。そうなんだほぼピンチでうめいたり叫んだりして割とだから本当に大変は大変だったけど、なんか通してダークシュナイダーは常に傷だらけの主人公だなっていうのが印象的かな。いや、あそこのシーン結構ちょっと陽子に物申したい。物申したい。もうダークシュナイダーももう上半身だけになって片腕もなくなって、もうこうやってうわってなってる。で陽子がアビゲイルに捕まってて「戦ってよ!」って言ってそんな無茶な。確かに。ディレクションとかでもルーシェって呼ぶシーンいっぱいあるんですけど、なんかその心配不安じゃなくて、どちらかといえばずっと信じてるというか、彼なら大丈夫、お前はこんなもんじゃねえだろと、ずっとこうお尻叩いてる感じでしたよね。あともうシーラさんとかもね、上の方でシーラ一派たちがなんか戦えとか言ってあの一派一番難しいね。もうお前たちと思いながら見てましたけどね。ダークシュナイダーがやられたらもうダメだって言ってなんか頼りすぎじゃない？頼りすぎじゃないって思いながら見てましたね。もうちょっと自分たちで何とかしようよ。最初の頃はボンジョビーナとも頑張ってたんですけどね。騎士は光るってやってたんですけどね。そうなんだよ、こんだけ頑張ってんのにさ、陽子さんの興味とか心配の矛先って結局ルーシェにしかないでしょ。俺さっき本当聞き逃さなかったんだけど、一瞬ずいぶん巻き戻した時の陽子のシーンとかどうですか、印象は下りで言い直したんですよ。トモリルがいや本当なんかダークシュルーシェとかを心配するみたいな。俺そこちょっとチクってきてるから。ダークシュナイダーに関してはもう信用してるからね。ストーリー的には心配してくんねえんだ。信用してるからずっと中の人までこんなにボロボロになりボロボロになってる。まだ戦えと。まだいける。お前はできんだろ。私のことはいいから戦ってって言って。あんたのためにやってんだ。あんたのためにやってるし戦えねえっす。ここからどう戦えとって思ったらもう無理だよ。確かにね。でもおのおののね思うところもたくさんあるとは思いますが、ここで全24話の理解度を深めようということでクイズに挑戦していきたいと思います。ここからアドバイザーとして鶴岡プロデューサーにもご協力いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やってますワーナーの鶴岡です。はい、お世話になります。作品のディテールに踏み込んだクイズを出題しますので、鶴岡さんには情報の補足とかもねしていただきたいなと思いますので、番組のご覧の皆さんもぜひ挑戦してみてください。割とちゃんとクイズをします。早速まずやってみましょうかね。はい、というわけでじゃあ行きましょう。バスタオルクイズ第1問。2クール目第14話から24話で尾崎監督がこだわった一押しのシーンはどこでしょうかということでございますので、皆様に書いていただきたいと思います。フリップの方よろしくお願いいたします。これね
その前半の1話から13話までのお気に入りシーンはどこでしょうだと多分クイズにならないんですよ。スライムですよね。スライム。皆さんもうご存知だと思うんで、なので後半14話から24話の一押しシーンを聞いてまいりました。なのでまあ監督のねこういうシーンも、テレビ放送を含めて見ていただきながらですね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。なるほど。さあというわけで皆さんがねフリップに書いておりますが、私がじゃあちょっとあえて言うのは監督ちょっと様子がおかしいんですよ。ただのスケベじゃなくてちょっと様子がおかしいんですよ。様子がおかしいからこういうところこだわるんじゃねえかなさ、アビゲイル・コレダですね。アビゲイル・コレダっていうのが我々よくわかんないんですけど幼少期に見てたスーパーロボットとかでよくこの技を使うやつがいたんですね。使いますね。そういうのをなんか思い起こして監督こねくり回したんじゃねえかなという予想でアビゲイル・コレダさせていただきますが、こんな感じで答えていただければいいなと思う次第でございますが、じゃあ草木ちゃんでき書けたかな。はい、じゃあ出ました。行きましょう。はい、私はですね、リッチー対ガラ、グラスブレードの最後の一撃のところ、己の魂を吸うやつですね。すごいかっこよくて、あそこの絵が。あそこでも綺麗だったね。よかったすごいですね。綺麗で、私ガラ推しなので、あそこです何とことんやってくるんじゃねえか、高木さんに。キャラ的にはそこまで言うか。ガラかっこいいんだもん。普通のお兄ちゃんだからね、途中からお母さんみたいになってるし。そうなんですよ。大好きです、ここが。でもここかっこよかったですね。ちなみに僕も同じ。マジか。同じ同じだ。はい、意外となんか最終話あたりに気合い入ったりとかおすすめになるのはちょっと普通かなと思っちゃったんで少し外して。でもすごいかっこよかったですからね。リッチー。でも僕もねお気に入りのシーンでちょっとアビゲイル・コレダちょけましたけど。本当そこなと思いました。リッチーガラ戦はスタッフ間の人気もすごく高くて、業界でも結構やっぱりリッチーガラ戦が見たいっていう人はすごいたくさんいたんですよね。実際気合も入ってましたしね。紫の部分がパーッとこう出るところが慶運記入券の文字とかも一個一個全部起こしてるんで。ああ、そうなんですか。であれをこういうふうに飛ばすとかっていうのも全部チェックしてるんで。わあ、じゃあもう正解だ。正解だ。正解です。これ当たってるかもしれないな。でも確かに熱量的には。ただちょっとじゃあ正解見ますか。僕だとしょげちゃうから一応主人公すでにしょげちゃってるから主人公あれかな、一緒アビゲイルオメガ究極型ね、あそこは合体魔導そうやっぱアニメーターとしては絵描きとしては絶対うずくんじゃないかなって。確かにどう動かすか。しかもデザインもね奇抜ですからね。クリーチャーとしてなんかものすごいんで、これはやっぱアニメターとしてはなんでしょうね、何かこう気合いの入るところがあったの。あとはシーラ姫のケツを撫でますダークシュナイダーとか、あの辺はね、どう尻、シーラ姫の尻の柔らかさ加減をこうモニュモニュとさせるかっていうのもこだわったそうですね。こだわったかもしれないですけど、やっぱこの2期でしたっけ、2クール目はアビゲイルかなと僕は思いますけどね。まさかのリッチーガラ対ここ2人がアビゲイルでね、バレるぞ。さあというわけで果たしてこの中に正解はあるのでしょうか。正解を見てみましょう。 VTR どうぞ。これはゴーレムパンチか。顔芸がすごい。ここか。だんだん過ぎたに見えた。逆さについてるのは過ぎたから笑えるよ。これもだってもう角度的に見えてない上しか。綺麗な空だな。これ俺がすぎるってことか。ゴーレム大好き。なるほど。よくわかりました。真面目な顔してるんですけどね。逆さなんし。でも角度的にやっぱ空しか見えない。空しか見えてないこれ。アビゲイル・コレダー使うときは空しか見えない。やつめ、一体何をするつもりだ。しかし、俺当たったかもしかして。アビゲイル・コレダーじゃない。これアビゲイル。今私の前ではあなたなど塵にも等しい存在だ。
当てたね。ボケのつもりやったんですけどね、当たった可能性が。ゴーレムが。はい、というわけで、まあそうか。バスターズクイズ正解。ゴーレム VS オメガアビゲイルのシーン、オメガアビゲイルとゴーレムのバトルシーンでは力を入れました。作画の物量と技術力が高すぎてそういった人員を集めるのが難しいと判断したので CG を使用したのですが、セルアニメに馴染んだ仕上がりとアクションの躍動感をよくうまく再現できたと思います。このシーンはできれば大画面で見てほしいです。ほとんど安本さん当たってましたね。私もこれだ。そうですね。谷山さんと安本さんを合わせて正解みたいな感じですね。はい。なのでポイントはゴーレムもそうで。そうですね。ゴーレムすごいですね。確かに。オメガアビゲイルとゴーレム両方 CG でで中に手書きも入れながら、そのバトルが、監督うまくできたんじゃないかというふうなところで、ここは確かにすごい迫力のあるシーン、重量級のね質量も感じる。そうなんですよ。なっているのと、あと最後のそこからの積み上げた先にアビゲイルコレダーがあって、ここのコレダーのなんか稲妻っぽい光の発射のところ、ここも CG なんですけど、この辺とかもすごく迫力が出てるところではあるので、ここを力入れていただいたっていう感じですね。はい。すいませんでした。すいませんでした。いや、でもマジで18話も相当気合い入れたんですよ。リテイクめちゃくちゃしたんで。あと俺に至ってはちょけたつもりだった。当たってしまって。一番なんか違うんだよなって、俺が今違うんだよなってなってる。違う、コレダー違うんだよなべきだ。コレダーが楽しくて書いてた。コレダーが確かに。でも確かにすごいシーンですからね。何度でも見ていただきたいなと思いますが、さあ次の問題に行きましょうか。第2問行きましょう。問題。本編全24話で陽子さんがダークシャナイダーを怒った回数は何回でしょう。知らない。分かんない。これ当てずっぽうだな。それはもう俺は感覚的にはだよね。俺は怒られてる側だからなんとなくね、俺が一番近いところ当てたい気はするけど。平均どれぐらい怒られてたんですか？なんかそういうの分かります？1話あたりどんぐらい大体3回4回ぐらい。陽子さんとダッシュのシーンがあるときは間違いなく怒られてる。それが果たして24話のうちに何回あったかっていう。そうですね。毎回一緒ってわけではなかった。全そうですね。ほとんど一緒でしたけど全部ってわけじゃないですもんね。意外と難しい。そう、意外と難しい。全24話で2人が同じ場所にいない時があるんですよね、後半とかね。そうですね。僕じゃあとりあえず今なんとなく書いてみました。僕72回。そんなにかける 3？ 1話平均3で、いや30期間ぐらい怒られてる話数もあるし、合ってない話もあるから、1話平均3ぐらいいけんじゃねえかなっつって。俺は70。でもこんなに怒られてないとは思うんだけどな。シリアスのシーンも多かったから。まあね。ただ結構怒られてるような気がする。そっか、俺もっと少ないと思ってたけど、それ間取ろうかな。じゃあ岸田さんいきます？僕はじゃあ、自分の年齢の数だけ。1話平均2回の。2回。俺ね、だからいや24ぐらいかなと思ったんだけど。1話に1回もうちょっと大事な間を取ったわけじゃないけど48回。わかりました。これはちょっと岸田さん最後にしてもらって。そうですね。今必死に計算されてます。嘘でしょ。ここで計算する人なかなかいない。計算式までちゃんと見せて整いました。カルサもさすがだ。嘘でしょ。バカじゃないよ。ただ4倍しただけやけどなんかおかしい。懐かしい。久しぶりに見た。何なんつだっけこれ。久しぶりに見た。掛け算の縦に流れていくやつ。96回。4回平均。だから2回平均、3回平均、4回平均。わかりました。じゃあ最後草木ちゃん見ましょう。私少ないかも。12。半分。逆にね。じゃあそんなに怒ってるイメージない。なんか2回に1回ぐらいか。そうなの。なんか
どこまでを何カウントにするかわかんないですけど、1回の怒りが長いだけで、ああなるほど。 1話でいっぱい怒ってるわけではない小分けにはしてないと。多かった気がしたので、まあ俺も本当はそう思ってましたけど、ちょっと乗っかっちゃっただけです。ただクイズにもなるぐらいだから分かんないですよね。わかんない。やっぱ怒られる方が記憶に残るんですね。怒った方より。何が言いたいんだよ。何が言いたいんだよお前。印象としてどっちが正解か分かんない。掛け算してるお前。掛け算ドリルやってるお前は。別にそんな深い話でもないし。じゃあちょっと世界行きましょう。世界 VTR こちら。はい。こらいい加減にしないか。懐かしい一話。あ、でもそうか、最初のことこのお下劣野郎、このお下劣野郎、本当に下劣野郎なんだから君は。こらルーシェ、いくら敵だからってルーシェが怒られてる。ルーシェもね、まあでもこれ中身ダークシュナイダーなんですよ。今まで何やってたか知らないけど、女の子泣かせるような不実な男はダメだぞ。君ってやつは女癖が悪すぎるぞ。って言われたいな。ね、君っていいですようね。ん。そこまであひどい。ランズここすごかっここね。まさか。体で返すよ。ありましたね今度。ね、た。もうちょっとだったのか。無言の今度そんな危険な呪文使ったら金属殴ろうとしてる。拳なんですけどね。こら動かないでよもう。俺も怒られたり入るの。こんな甘いやつ。優しく。君なんかアビゲイルと一緒に死んじゃうわよ。 16ですよ。結構すごいこと言う。なんてこと言うんだ。なんてこと。あれもう最終話です。最後。何を考えてるんだ君は。君は。正解。なんと17回ということで、一番近いのはすーちゃんかな。正解しましょうよ。でも少ない。もっと多かったんだ。17回か。こんなには怒られてない。ない。もう最初から立つから俺らね。いやそうまだお前多いな。やめちまえ。これ行く気はないじゃないですか。行く気はない。行く気は72出てるんだもん。でも結構な回数怒られてましたね。そうですね、多い。確かにね多かったです。素数でしたね。まあそれはどうでもいいけど。割り切れない。割り切れない。割割り切れなかったか。まあでもね、怒るのの意味合いとかもね、シチュエーションも違うからいろんな思いがあって、しかし平和な怒りもあるし、まずセクハラに対する怒りもあるし、マナチに飛んだ。いろんな怒りがありましたが、可愛い陽子さんはね、皆さんもう一度何回でもね見ていただきたいなと思います。さあクイズの出題は以上になります。視聴者の皆さんは正解できましたか。これを機にぜひ作品を隅々までチェックしてバスタードの世界に浸ってください。以上バスタードクイズでした。さあお待たせしました。これより新情報を解禁していきたいと思います。なんと素敵なものが用意されているんで、そちらをちょっと楠木さんに叩き合ってほしいんですよ。はい。素敵なもので来てください。素敵なもの。来てましたね。もお、くす玉です。うどうでしょう、この手作り感たまんないですね。もう紐がつかめないぞ。紐がつかめないぞ。だからいきますよ。似合うな。 3、2、1。やはりか。やんだったか。はい、というわけで初めマスターズ監督の赤石人気制作決定でございます。おめでたい。やりました。やりました。まあ先ほどもみんなでね先の話をねしたいみたいなことを話しておりましたが、このようにね皆様のご助力のおかげでこうやって2期がやれることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございありがとうございます。ます。どうですか谷山さん、やれますけどやれますいよ。やー、やれんのかいと。俺やりますよ。俺やります。俺やります。やれんのか。飛龍かけべ誰もわかんないから。藤波辰巳の前髪切るの誰もわかんないから。俺待てもう誰もわかんない。待って。いや、まさかとは思ってましたけど、もうやれるならいいなとは思ってました。そうですね。原作ファンでもある、私どもね世代としてはまだまだあるぞと、そうですねこの次が面白いんだっていうね、そこを改めて、第2期という形でね、アニメ制作決まったっていうのは本当に嬉しかったです。そして楠木さん演じれますよ。血まみれの跡ができますよ。はい、嬉しいです。だってあそこで皆さん気になってますよね。そう絶対なんでやってなる何がっていうところがブラッディだったね。嬉しいですね。はい。そしてお待たせしましたゲンジョさん喋りますよ。やっと喋れます。喋りますんだよ。もうこっからですよ。ようやく。ようやくです。お待たせしました。何が何だかだったんだよね。なんでオーディション受けてまでこの役だったんだろう。ここで終わってたら。
中ではバスタードってアンスラサックスしかないんでアンスラサックスだったんで、もうそのねどうなっていくのかってようやくですね。アンスラ側ですからね。アンスラ側なんで、アンスラ側、ようやく活躍できるかなと思うと。そうですね、ぜひぜひ皆さん話も楽しみに待っていてください。アニメ「バスタード暗黒の破壊神」の2期制作決定。気になる配信時期についてじゃあ草薙さんお願いします。はい、2023年ネットフリックスにて配信予定です。はい、来年だね、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。今年ですよ、もう。どうだ。明けましておめでとうございます。正月ロケ。それで本年中にね、配信させていただきます。それで2期はどんな物語になるのか、こちらそうですね、ケンショウさん教えてくださいよ。いいですか。2期では原作8巻から12巻の地獄の鎮魂歌編までが描かれます。地獄の鎮魂歌編。なんだよ。おい、ちゃんとやろうぜ。ちゃんと。何よ。今のがすごい本当に鎮魂歌っぽかったよ。チーンってしましたね。なんだとケンショウ。さあ、地獄の鎮魂歌編どんな物語なのか、鶴岡プロデューサーにお話を伺ってみたいと思います。はい、じゃあそろそろ、お話ししますね。はい。本当に皆さんのおかげ様で2期を作ることができたということなんですけど、1期のね前半を配信した6月30日以降をネットフリックスの全世界の視聴ランキングトップ10っていうのがあるんですけれども、これで2週連続でトップ10に入ったりとか。あと本当に世界中の30カ国以上の、国の、中で、トップ10に入ったりとか、すごくたくさんの人に見ていただいて、でその、たくさん見ていただいたことが次の、2期制作につながったのかなと、思っておりますので、ここから先もね2期の以降もまだ、ちょっと先もあるので、引き続き見ていただければなというふうには思っております。本当にありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、というところと、2期なんですけど、賢職の方から、はい、地獄の鎮魂歌編ということで、このねシリーズが原作でも一番人気があったと言われているんですね。たくさん新しいキャラもたくさん出てくるし、それからダークシュナイダーとカルスという宿命の対決っていうところもあったりとかするんですけれども、これを余すところなく皆さんにお届けするために地獄の鎮魂歌編2期は全15話でちょっとはいちょっとたっぷりめでお送りできると思います。はい。でメインスタッフももちろんですけれども続投になりますので、はい、ご安心いただければなと思います。はい。はい。いいですね。はい。尾崎監督とか黒田さんはじめ、はい。このメンバーでやっていきます。キャストも続投でもちろんで、もちろんでございます。はい。もちろん。よかった、俺不祥事起こさなくてよかったよ。もちろんでございます。カルスできなかった。これで話やったらもうここでよかったな、お互い不祥事起こさなくてな。地獄の鎮魂歌編ですって言って終わりですよね。お前がなって言われてる。お前だよ。お前レクイエムだよ。もちろん。でしかももう実はかなり前から結構作ってはいるので、アフレコもかなり進んでいるので、はい、皆さんいろんなそうなんですよところではあるとは思うんですけれども、はい、もちろん続投でございますので、これからたくさん情報を出していきますので、ぜひお待ちいただければなと思います。はい。いろいろ気になる2期のお話をしておりますが、まずはこちらの映像をご覧いただきましょう。本邦初公開のティザー PV どうぞ。はい。あれから2年、ダークシュナイダーの封印は解けなかった。たとえ最後の一人になっても戦うわ、自分の意志で。きっとどこかで生きてるよね。ルーシェ、これからは僕が君を守るよ。
本邦初公開での2期の最新 PV をご覧いただきました。 PV の中にも気になる映像がたくさんありましたが、鶴岡さん、ズバリ2期の注目ポイントいろいろあると思いますが。はい、そうですね、 PV でも出てたと思うんですけど、この PV が1話から3話ぐらいの内容をざっと入れてる感じなんですけれども、2年後それぞれのキャラがどうなったのかっていうところですよね。まずダークシュナイダーまたルーシェ君に戻っちゃってたりとか、あと陽子さんがね2年後やっぱりそのちょっとリーダーというか侍軍団の中で非常に重要なポジションになって、自らもねやっぱその戦いにこう行くっていうか、今まで1期だとずっと守られてたんですけど、魔法を使ったりとかするところ、あとはカル様ですよね。1期の時もうほとんど喋ってなかったですね。いやいきなりあんな喋るとは。いきなりだよね。1期分のセリフ全部まとめたぐらいを一気に喋りました。あとね、カル様ってめちゃくちゃ言われるんですよ。そうですね。魔戦将軍の登場によってよりなんかそのカルスのそのポジションみたいなのがさらに上に行ったかなっていうのはちょっと分かりましたね。そうなんですね。その辺はかなり見どころかなと思います。他にもねいろいろねお話気になるところがあるとは思うんですが、まあね原作ご存知の方もいらっしゃいますし、この流れを見て気になる方もいらっしゃるんですけど、2期のダークシュナイダーこれどうなるんですかね。いやー出なかったね。今度はカルトこう入れ替わりぐらいダークシュナイダーが出なくなっちゃってね。本当にこの2期の最初。でもねちょっとキャラ映画あるっぽいんですよ。ダークシュナイダーありますか。本当？これがあるということは出ますね。出るね。もう出るところまでね。キャラ映画あると出ますね。ティザームービーさっき見たらまあ出ない。まあ出ないですよ。僕主人公と伺ってましたけども。ただあるんで出ますね。出るか。じゃあいいか。トータル15話のうちのちょっとでもね出ればいいかなっていう。でも陽子さんはどうなんですか。あそこだけなんじゃないですか。出るんですか他にも。陽子さんのキャラもあるんですか。本当大人っぽいね。陽子さんねこれはまあ最終回のここからのね衝撃的なところから2期の設定。あれこんだけしっかり書かれてるからこれ出るな。出てないのなのそもそもの。最初からずっと出ます。新しくなっちゃってますから。出ます。この服はどうなってんですかね。スカートなんですかね。何なんですかね。これはですね。キュロットなんですかね。何なんですかね。これスカートですね。スカートでしたらあそこで分かれ目になってるんですけど、これスカートです。ほぼですねじゃあ。言葉を選ぶのがすごい難しい。かなりほぼほぼです。かなり短いです。ほぼほぼのほぼですね。そうだな。ほぼほぼのもも。ちょい。何？ちょい見えのももいいですよね。そうだ、ほぼほぼだよね。ほぼほぼのももだね、じゃあね。でも大人っぽくなりましたね。そうなんですよ。一番変わりましたよね。そうこの2年だと思う。芝居的にもちょっと変化があったりとかもするので。ピッチャーなんだかでトモリルもこの2年で変わったもん。本当ですか？本当に。嬉しい。すごいなんか歩調を共にしてるなと思って。陽子さんと。陽子とトモリルがね。でも楠木さんその2期始まった時にちょっと大人になったこの陽子さんの演技ってなんかアプローチとか少し変えたりしたんですか？でも最初そもそもが行った時はそんなに大きくは変えてなかったんですけど、結構大きな変化を見せたいというところだったので、なるべくなんか喋り方が落ち着いてるというか、怒る時とかもなんかいつもキャンキャン言ってたのがあんまそう言わないようになんかこう叱るぐらいの感じを重めに出してた気はしますね。そこら辺の変化もぜひ皆さんね見ていただきたいなと思いますけど。いやー1期で出なくて言えば2期で頭だけ喋ったけどカルの絵ありますかね。カルどうなんですか？出ました。かっこいいよね。カルでもちょっと変わりましたね。でもねカルも。そうですね。衣装チェンジ。衣装が右の衣装が新しい。そうですね。まあ表情とかはもう何歳かわからないですからね。魔法使い組はね。なんでもういよいよって感じはしますね。だんだんねカルはもう闇落ちしていくので、そこのやっぱそのなんだろうな闇を感じさせる演技が
ぱね賢秀君素晴らしいな。はい。闇抱えてますからね。賢秀闇抱えてんの？いや僕やる役は割と抱えてますよ。抱えがち。多いか。抱えがちだし、やりがちか。大体その A パートの最後とか B パートの最後に一言喋って終わるって役が多いです。今回もあったね、確かにカルス。ありましたね。思わせぶり。そうそう、あった。思わせぶりのやつ。思わせぶりがち。ガチなんですね。はい。彼にもいろんな物語を動かすという大事な仕事がありますので、ぜひそこもチェックしていただきたいなと思いますが、ガラは出ないかな。もうね。ガラの絵はない。推しが？私の推しが出ないんです。ちょっとさ、ガラの絵本当まあいいけど。そうだよね、トーリルはね、ガラと安本が好きなんだよな。ありがたい話だった。急に現場で俺が顔分かられるようになりますよ。翔さんも好きですよ、だって。ついでかい。いやもうおじさんですよ。君の妻かい。スナック飲み来てるの。親戚のおじさんみたいスナック飲み来とんのかい。あれで一緒かい。一緒だったよね。一緒だった嬉しい。ちょっとガラの絵も出してガラください。ね、見ましょう。ガラもね、お洋服は変わりましたね。かっこいい。ほらいいじゃない。かっこいい。かっこいい。どうともりる。かっこいいです。うるせえ。振っといてなんだよ。振っといてうるせえはないでしょ。ガラはね、ミキのね登場の仕方すごいかっこいいんで、ぜひ見てほしいそうですね。ですね。ちょっとまあ皆さんが漫画原作読んでらっしゃる方はなんとなくわかるかもしれませんけど、結構素敵な感じですし、ちょっとね珍道中があるんですよ。そう。そこは僕個人的にすごく好きなんで、ぜひ皆さんにもそういうところを見ていただきたいなと思います。新婚歌編の珍道中をお楽しみというそうですね。略しちゃダメだ。ここね。からは2期に登場するキャラクターを紹介していきますよ。危ない危ない。皆さんもお気づきだと思いますが、24話の最後で先に4人だけ出てるんですね。4王国を征服し、氷の始皇王となったカルスに仕える12魔戦将軍の一人でございます。まあもうこれ出しちゃいましたけど。はい。ね、最終話でちょこっとだけ実は出てるんですよね、イングウェイ。はい。諏訪部さんですね。まあもう既視感全開です。いや諏訪部さんすごい合ってますね。で涙袋もあるようなセクシーな感じでございますので、諏訪部さん素晴らしい。侍側の実はオーディションも一人受けていただいたんですよ。諏訪部さんのご希望で受けていただいたんですけど、まああまりにも強すぎてすいませんイングウェイでっていうこうね、やっぱねこうすごいハマり役だなと思いました。はい。そしてもう一人見ましょう。戦将軍もう一人、はい。バンデンバーグですね。ジオンドルバンデンバーグ、遊佐浩二さん。豪華。そうだよね。キャストもう勝てなさそう。勝てなさそう。そうなんだよね。強そうですね。強いな。でも表情ね、下にキャラがあるように表情も豊かでございますので、そちらも楽しみに見ていただければなと思います。さあ、2人以外の魔戦将軍残りの10人についてもご紹介していきましょう。ババボーンと出るかな。出るね。こんだけ出ます。これ急に増える。2期でいきなりもうこのメンバー出るのなかなかないですからね。一気に増えた。こうやってまあこのようにマカパインとかシェアとかバゾリーとかいろいろありますが、まあこちらの方がね全部ちゃんと動きます。ですので楽しみに皆さんに待っていただきたいんですが、まあこうやって今ここにさっき残りの10人がありますが、気になるキャラクターとかっています？例えば谷田さん。いやまあやっぱちょっとまずなんだろうイメージがダブらないようにしっかり一人一人立てて覚えたいなっていうのと、でもこの中だとどうですかね、美形キャラとそうじゃないキャラがこう結構そうですね、そうですね。で美形キャラが多い中でそうじゃないキャラがどういうふうにこう存在感を示していくかとか、まあどなたとは言いませんけど、ブラドギルスとかね、そうですね。あとバソリーとかね、バソリー結構おもろいですよ。バソリーそうですね。好きですバソリー。好きですバソリー。なんか俺腑に落ちてんだけど。トモリンの好きの基準に俺入ってねえの。シュッとしすぎちゃダメなんですよねきっと。バソリー行くってなかなかですから。バソリー行くんだ。面白いキャラだから好かれたいな俺も。なんか気になるキャラいる2人とも。好きなキャラはバソリー。もうええわ。私ボルギルボル。ボルギルボル。渋いところですね。かっこいいですからね。ボルギルボル。はいはいはい。あなたの部下よ。あなたの可愛い部下。僕はでもね、やっぱマカパイン。あ、ずるいね。これはマカパインはねおもろい。あいつがやってっかんなまだ言えねえけど。
あいつって言えないな。ちょっとまだ言えないですけど、言えないですけど、マカパインは面白いとだけ先に言ってください。キャスティングの妙っていうか、なんかそういうのも面白い今回ね、新キャラがドッと出るから声優さん誰なんだろうって。まあまあでも凄まじく豪華ですよこちら。マカパインってもうなんかいい五感もすごい好きで。そう。マカパインって言いたくなるよ。言いたくなっちゃう。マカパイン。マカパイン。パイン。先輩面白いね。面白いですね。先輩面白いやん。いいね、俺はやっぱりしなくても。もっと好きになれじゃないよ。他にもね、螺旋将軍だけじゃないんですよ。いろんなキャラがいて、次はアイアンメイド王国復興を目指す研修集団侍についてご紹介。こちらもちょこっとだけ出てましたね。はい。吉田ベラヒア、こちら寺島拓磨さんがやってます。まあかっこいいし美しいですよ。でもいろいろあるんでこちらもね、2期楽しみに待っていただきたいなと思います。でも多分楠木さんの好みは吉田じゃないです。じゃあ多分次です。次。お？ちょっと見てください。あ、リベスショーム。超早く。こっちなんじゃないか。やばい。好きです。これ。やばい。あれ？なんか分かんなくなってきた。分かんなくなってきたな。圧倒的いい声ということは。圧倒的。早見翔さんということでございます。もう小4から早見翔やってるって話ですからね。翔さんは。すごいです。声変わりしなかったんだよ。小学生の時からそうだったよ僕は。ああいうねかっこいいおじさまで昔は子供時代は野山を走り回ってたらしい。わんぱく少年。声で。待てー。あ、友達。ちょ待てー。まあね、そんな早見さんがねニルス・ショーミー船をどのように演じるか楽しみに見ていただきたいなと思いますが、その他の主な侍も見ましょう。主な侍がこちらでございます。まあ、侍軍団のところに海班が入ってるのはちょっと違和感があるとは思うんですよね、今まで見てくださってると。でもいろいろな紆余曲折がありまして、海班は今侍軍団の方に身を置いているということでございます。これ結構ポイントですね。シェンカ、バイ、ヨルグ、アンナス、ヤーンと、でハメット参謀みたいなもんですね。そしてみんな大好きモヒですね。モヒね。ともかくこの中だと気になるキャラはバイです。というかまあ結構いろいろね、陽子さんとはありますね。あ、そっか。そうだよね。あれ俺ちょっとすげえやきもちやってた最初も。いない間にバイが陽子さんのこと好きで、ねえなんかいろいろやってくるんですよ。本当になんでしょう、なんかお勤めでね、ちょっと2年ぐらい入れられてる隙に奥さんがこう他の真男を受け入れるみたいな。受け入れるっていうじゃないみたいな。お勤めをして出てきたらそういうことかよみたいな。でバイ可愛いですからね。そうなんですよ。やんちゃでね、バイもね。若い。こういったキャラクターたちも当然魅力的なね役者さんもついておりますし、その方たちとこの映画相まったらねすごくいい面白いことになりますので、ぜひそちらを皆さん楽しみに待っていてください。さあそんな個性派揃いの2期でございます。ぜひご期待ください。お願いいたします。よろしくお願いします。先ほどのコーナーでは2期の見どころや新キャラについてのご紹介をしました。登場人物が多いのもバスタードの魅力の一つございます。ということでこんな企画をお届け、バスタードオリジナル軍団を作ろう。もし自分が軍団長となって1軍を率いるとしたらどのキャラクターを選ぶのか、2期に登場するキャラクター、先ほど紹介した12魔戦将軍侍の中から12選んでオリジナル軍団を作ろうという企画でございます。まあこんな感じです。まあ序盤に活躍するというか序盤によく出てくる人たちで今回やってみましょうということでございます。だからちょっと侍の方にもね、甲斐さんに入っていただいたりもしてますが、こんな感じ。侍軍団は、ヨシュア、ミフレ、シェン、バイ、ヨルグ、アンガス、ハネット、モキで、ダークシュナイダーのところはダークシュナイダー、ヨーコ、ラーズ、ルーシャを別にしてカイを入れて入っております。忍者マスターガラはですね入っちゃうだろう草木さんが選んじゃうんで今回は外させていただきました。すいません、もう勝者のメンタリティでございますこれがさあそして魔戦将軍の方はカルは当然いますし、イングベイ、ジオン、マカパイン、シエラ、バソリー、ラン、ギル、ザック、イダ、ブラド、サイクス、ロスということでございます。この中から、5人ですね、5人選んで谷山軍、楠木軍、小野軍を結成していただきたいなと思います。自分が演じたキャラクター入れても OK ですし、入れなくてもいいです。あくまでこれはキャラを通さなくてご自身のやつでやってください。お願いいたします。さあということでございます。やりますか。難しいですよ。俺まだ本当に決まってないんだけど。よし、じゃあ私からじゃあちょっと試しに見せてみましょうかね。今ちょっと僕ちょっと適当と言ったら何なんですか、5人さと選ばせていただきましたが、こちらですね、ドン、ダークシュナイダー、マカパイン、シェラ、ミフメ、モヒです。
これあれですね、飲みに行ったら楽しそう軍です。確かに。まずまあいろんな深い話を三船さんしてくれます。三船は確かにそうですね。深い話をしつつちょっと楽しくなってきた時にダークシュレーダーさんがそれを打ち壊すちょっと厄介な先輩ぐらいのテンションでうるせえと絡んできます。僕そういう酒好きなんです。この二人知り合いですからね。でマカパインはずっと突っ込んでますそれに。三船とダークシェードの絡みにずっと突っ込んでて、モヒはそうっすねそうっすねって横で一生懸命うなずいてます。でなぜそこに入ってるこのシエラがなぜ急に入ってるかとシエラ歌がうまいんですね。最終的にカラオケになだれ込んだ時にシエラの歌でみんなで落ち着くあ、その視点いいないう感じで、私はこちらの飲んだら楽しそう軍ということでいいな選ばさせていただきました。さすがシエラ歌うまいんですよ。そうですね。シエラなんでいるんだろうと思ったけどそこだったんですね。歌ね。歌をカラオケに行ったら楽しそう。確かに楽器も弾きますしね。シエラいいなそういう子。こういうふうに私は選ばせていただきました。まあこういう観点でもいいですし、皆さんが選びたい感じで選んでいただければなと思います。そうですね。2期の本編で実際にダークシュナイダーと三船が飲んで絡むシーンもありますね。そういうのも俺結構意外と楽しめる。ああ、お酒みんなで飲みに行きたい。それはやりましょう。なんかまた違う話。それ後日。どれからこれ岸尾さんから見ようかなじゃあ。あ、本当？岸尾さん行きましょうか。俺悩んだけどなんかちょうどさっきさ、俺そうじゃないキャラクターが気になるって言ったって前、非美形軍団。なるほどね。なるほどなるほど。ことごとくそうじゃない感じがするじゃないですか。これはどうですか。この楠木軍団にはなり得ますか。別に私非美形が好きなわけ。外してる。そういう意味じゃないです。中の話ね。中とかで選ぶ。パーソナル全体非美形が好きなわけ。ああ、ごめんなさい、勘違いすみません。このなんでしょうね、ひも手軍団と言ってもよろしい、この多少中にはこじらせてる人もいるでしょう。そのコンプレックス的なね、女性に対してどうせ俺なんてモテねえからっていうところを燃料にしてる人もいるかもしれないっていう中で、そういうなんだろう、ネガティブな燃料を持ってるこの5人組の軍団の底力を僕はちょっと信用したい。女性キャラが出てきたらめっちゃ強くなるみたいな。めっちゃ弱くなる。ふわふわしちゃう。逆に弱体化しちゃうかもしれない。そう僕が軍団長でね。これ率いるんですよ。率いてやりますよこいつらを。コンパ開いてやりますよ俺。いいかお前らって。そういうなんかお店も連れて行きますよ俺なんか。いいかもう体勢作っとけっつって。そうじゃない。そういう風に来たら場の空気はもっと違う角度で行くんだよ。そしたらもう一盛りが来るから。反省会もすんだ。あそこであの角度でこう流れてきたのお前またモヒじゃねえか。モヒお前空気読めてねえよって。アンガスはいいねっつって基本黙ってるからいいなお前は。そんなキャラクターたちはないですからね。あとハメットはせっかくメガネかけてからメガネキャラとヒゲをちょっと生かしていこうかみたいな。一番この中ではイケメンブレる素材なんだね。ハメットそうね。バソリーはもうどうにもならんです。多分何言ってもがっついちゃうんでみたいな軍団を作るかな。わかりました。非美形軍団。すごい見せたくてしょうがないでしょうけど、草木さんあなたラストです。継承さん行きましょう。継承さん行きましょう。はい。いろいろプロフィール見させていただいたんですけども、やっぱり男性陣強いしかっこいいしでかい。ここのでかいというところに着眼点を置きました。なるほど。サイズ感。はい。俺が一番でかい軍。なるほど。俺が一番でかい軍。なるほど。身長のプロフィール見てませんでした。データ出てます。そっかそっか。これでいきたいと思います。回ギリっすね。回ギリ。これマジギリ。これ悩みました。あ、血液型も出てんねみたいな。あとハメットさん意外に小さめなんですよ。そう、ハメットさん意外と小さくて。で、これピンチになるかもしれないんですけど、ピンチになった時はダークシュナイダーになってもらって一掃してもらおうかなって。そうなると一番でかくなくなっちゃいますけどね。そうなんですよ。そこはもう俺が一番軍にします。なるほど。その時は。でもルーシアンは140センチしかないんで全然。なるほど。すごいですね。まさかのハメットとシェラが一票ずつ被ってるってことですね。そうですね。人気がその人気がっていうことなんか。あともう一回。意外と被ってるっていう。
俺が一番でかい軍です。なるほど。ちっちゃいんだね。でもいいですね。そういう見方もある。まあいろんなキャラクターね、身長とかも結構細かく決まってるんですよ。結構ね細かく載ってたんで。身長はかなり細かく決まってる。そういうところとかもね感じながら。めちゃめちゃだってダークシュナイダーとか192。でかいでかい。とかね。すごいですよ。192で96キロぐらい。多分大谷翔平選手と同じぐらい。サイズ感で。ガラが2メートルぐらい。そうです。アンガスとブラドがでかすぎて、3メートル20センチね。作画するときめちゃくちゃ大変なんですよ。バスケのリングより高いの。見切れちゃうんで。そういうところを見ていただければさらに楽しめるかもしれませんね。さあお待たせしました。草木さん、クスノキ軍見ましょう。ちょっと当てていただきたいです。入れてろよ。何がコンセプト？何軍か当てていただきたい。小尺の小娘だよ。こちらです。リフネシェン、ジオン、なんだ？血液型？違うか。おじさま軍かな。シェン意外と若い。全員反り込み入ってる軍？分かった。ちょっと惜しいか。反り込みが近い。反り込み近い。全員科目？いえ、こちらはですね、富士美隊軍。確かに。富士美隊が素敵な皆様を選ばせて。反り込みが大きく外れてはいないね。富士美隊か。なんかおめでたそうだなと思って。おめでたそう。確かに。富士美隊だ確かに。結構たくさんいるんだなと思って。結構いやモヒだってものすごい富士美隊ですけどね。なんかこの富士美隊&オールバックみたいな感じのなるほど。あと全員おでこ狭い軍ね。そうとも言いますね。ですか。はい、富士美隊軍を引き連れて。富士美隊が好きなの？そういうわけではない。じゃあ美形が好きなの？そうですね。あ、そうですか。美形は好き。やっぱ一番本当に一番の推しのキャラクターは？一番はガラ。あ、そうなんだ。俺を抜くな。なんか一瞬俺かなと思ったんでしょ。言ってくれと思ったんでしょ。俺は来ると思ってなかった。ちゃんとガラって言うんだろうなって。完全にもう抜いてたとこ抜かれちゃって。出てくると安心するキャラが。なるほどね。陽子さんは結構ダークシュナイダー出てきてもこうあわあわ心配が怒んなきゃいけない。そうだね。じゃあリフネとかもじゃあ割といいのね。そうですね。はい、安心しますね。あと違う意味で安心するマカパインっていうのもいる。違う意味で出てくると違う意味で安心しますよ。マカパイン安心しますよ。おもろいなってなりますよ。いろんなキャラクターたちがいますのでね、いろんな楽しみ方を皆さんにもしていただきたいなと思います。以上バスタードオリジナル軍団を作ろうでした。はい、ではここでお知らせでございます。谷山さん、情報をお願いいたします。はい、まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話が配信中。ぜひご覧ください。さらにアニメ2期が2023年今年ネットフリックスにて配信予定です。ぜひチェックしてくださいね。続いて放送情報です。 BS11 にて2クール連続で1月より放送開始ですのでお楽しみに。はい、続いて原作情報です。原作コミックス1巻から27巻が好評発売中。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位、コミックス単位で配信中です。メディコスエンターテインメントよりアーシェスネイ7分の1スケールフィギュアが全国のホビーショップなどにて予約受付中です。メディコスオンラインショップだけの予約特典もございます。またダークシュナイダー7分の1スケールフィギュア、シーンハリ6分の1スケールフィギュアもメディコスオンラインショップにてご予約受付中。詳細はメディコスの公式ホームページ、公式ツイッターにてご確認ください。さあこちらのフィギュアでございますが、楠木ちゃんの後ろにいます。ダークシュナイダーのシンハリ。シンハリはね、うまく言えないんですけど、ありがたいです。なんかいいよね。難しい、言うこと言葉を選ぶのが難しいのでとてもありがたいし、ありがたい仕上がりになっております。ちょうど今このアングルがすごい際どいです。ね、もっと下から置いたいですよね。ありがたみを感じると思いますね。でその指までちゃんと再現されてで彩色されていませんが、後ろにもアーシェスネイが。そうですね。アーシェスネイ。今原型。こちらまだ原型の状態でございます。すごいですよね。すごいですよ。ギミックがすごいいろいろついてますね。稲妻の先行っていうんですか？そうなんですね。これ下に今謎の土台が入ってると思いますけど、横の雷の部分が土台より下に行ってですね、
だからこうやって上げないとぶつかっちゃうんでちょっと上げさせていただいておりますが、ああさすがです。そうですね、その通りでもそれ細かくでもそこって平らにしちゃってるけど、いやバランス的にやっぱあった方がいいというこだわりなんで、ぜひ皆さんそういうところもチェックして、もうムチっとこの太ももはしっかり太くてね、そういうことなんですよ。いいんですよね。そうなんですよ。やっぱ戦士の足なんですよね。ちゃんとそうこれがそそるといえばそそる。そういう方が好きなんですか？いやキャラによるかな。これ大事ですよ。そうじゃない。ここ大事ですよね。受け答え大事ですよここ。受け答え。そうもっと細くてもいいかなっていう感じは。細い方が好きなんですか？それはまあ細い方が好き。まあでもほら人は見た目じゃないから。足の指だから見た目じゃねえか見た目じゃねえか結局めちゃくちゃ見た目だ。他にもいろいろな情報がございますが、マスタードの詳細は公式ホームページではもちろん、ツイッターでも発信しております。ぜひアニメ公式アカウントをフォローしてください。以上お知らせでございました。アニメバスタード暗黒の破壊神テレビ放送開始記念&新情報発表特番エンディングのお時間となってしまいました。皆さん本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間でございました。どうですか谷山さん、楠木ちゃんと距離は詰まりましたか、開きましたか？いや俺の中では詰まったなと思うけどね。なんかこういうなんか感じがなんか楽しくていいんじゃないかなと思って。よかった。勇気を振り絞ってちょっと気象さんのこといじりに来てくれましたもんね。そう俺はなんか真面目なこと言うとすごいいじられてなんぼみたいなとこあるから自分の中ではねキャラとしてだからもうすごいいじってくれてありがたい。そうですね。そうトモリルはねだからその辺は多分もう完全にクッとこう空気みたいなの掴んだんだろうね。ようやくこの距離まで来れたな。この兄さんここ行っちゃって大丈夫だったらこいつただただなんか面白いことをなんか言っていたい人なんだなって。それで満足なんだこの人っていうちゃんと足元見れるようになったら大したもんです。素敵な時間になったということで嬉しいですね。二回り下の人ともこうやって女子とも楽しくおしゃべりできるっていうのが本当に楽しかったです。楠木さんもいい時間でしたか？はいすごい楽しかった。売れるわ。ともり売れるよ。なんか実際アメリカとかでもやっぱりここまでゆっくりお話しする時間もなかったですし、気象さんともやっとラジオでなんか距離が縮まったみたいな感じで。3本撮りしたからね。1日3本撮りしたから。疲れるやつだ。そう。こうね新しい情報も発表されましたし、また皆さんとお話しできる機会があったらいいなと思います。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。じゃあ慶翔さんもお願いいたします。はい。いや本当に楽しかったですね。満を持してというか。そうだよ。喋るしね彼はもうこっから。収録の時もそうだったんですけど、結構やっぱ一期の時はかなりこう一人で撮ることとかが多かったし、もうそれこそ本当にもう。パッとやってパッともうすぐ帰るみたいな感じだったんででこう2期もね先ほどもちょっと言いましたけどもうすでに始まっていて2期になってその収録でもうそれこそお二人と一緒にブース入った時になんかすごい楽しそうで俺とともりるがそうなんだよなんかうわバスタードってこんなに楽しく撮ってたんだっていうのを2期で初めて知って何バスタードすごい楽しそうじゃんみたいななんだすごい楽しく撮ってんだっていうのが分かってですごく順調に進んでますしカルスもようやくというか活躍しますのでカルスの活躍もご期待して楽しみにしていただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ鶴岡さんもね視聴者の皆さんを楽しみに待ってくださっている皆様に一言お願いいたします。はい、ありがとうございます。まずはねその2期の発表ができたので、はい本当にねここから2期に向けていろんな情報とかまた出していきますので、公式ツイッターとか公式ホームページとかぜひチェックしていただいて、で2期は何といっても新しいキャラがもうめちゃくちゃ出るんですよ。でここからその配信までにそのキャストも含めて新しいキャラをどんどん紹介していくので、そこをぜひ注目していただければなと思います。はい、配信今年ですけどそんなに待たせないと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では最後にですね谷山さんキャストを代表して改めてもう一度皆様に一言ご挨拶していただけますか。ダムド？いらっしゃいます。ダムドは最後に。今さっき谷山さん自分の感想じゃなくて楠木さんとの距離が積もった感想しか言ってない。一応バストの感想も言っておかないと。ちゃんとしたやつ。キャラ増えるんですよ本当に。でその間
ダーシュ出ないけど、本当キャラクターのなんでしょうね、見本市っていうわけじゃないし品評会っていうわけじゃないけど、なんかやっぱそれだけ作品も面白くなりそうでしょ。キャラが増えるとなんかこういう視点もあるかなとか、このキャラ応援しちゃおうかなとかっていう楽しみ方もあると思うので、全くだからそれまであったバスタードからぐっとこう広がるんで世界とかが、改めて24話までが壮大な、なんでしょう、そのホップステップだったというふうなことで、ここからの15話がものすごいジャンプ、ジャンプだけに集英社だけにですねかかったなっていうね、ものすごい大ジャンプをこの第2期バスタードで繰りられる予定ですので、言えてないですね、繰り広げられる予定でございますので、スタッフキャスト一同本当全力を持ってこの作品に当たっております。ぜひ、この作品を最後まで見届けていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでございましてお時間でございます。最後までご覧いただきありがとうございました。では最後はね、先ほど谷山さんが言いたくてムラムラしてるあの言葉、あの呪文でお別れしましょう。じゃあよろしくお願いします。いきますよ、みんなの週、せーの、ダーダー。バイバイ。バイバイ。バイバイ。So easy to get lost here.